皆さん、こんにちは。Welcome back to Say Japanese Podcast. This is episode 5。今回のエピソードは特別にゲストに来ていただいています。私の生徒のユミさんです。ユミさんはちょうどワーキングホリデーで日本にいたので、日本に住んでみたいとか、日本で仕事を始めてみたいけど、なかなか勇気が湧かない人っていうのも結構いると思うんですけれども、ユミさんがどういうふうに日本に来ることを決めて、実際に日本で生活したり仕事をするのがどんな感じなのか、皆さんも気になると思ったので、今回インタビューさせていただいています。ユミさん、ポッドキャストに参加していただきありがとうございます。まず最初に簡単な自己紹介からお願いします。はい。皆さん、こんにちは。台湾人のユミンです。ワーキングホリデーで日本に来て5ヶ月目。今、掛け持ちで本屋とアートミュージアムのバイトをしています。どうやって日本語を勉強してきたか、あと今どれくらい喋れるかを教えてください。はい。最初は大学時代に1年間 N4 レベルの授業を受けました。で、それからしばらく休んで、で、2018年から日本語塾を通い始めて、全部合わせて7年間前後勉強しています。で、日本に来た前にもう N1 を合格しました。では、まず、なぜ日本に来ることを決めましたか？はい、やはり長年にわたって日本語を勉強してきましたが、あんまり日常生活には日本語を使えなくて、N1 を取ったけど、自分の日本語にはなんか物足りないという気がしました。そして大学卒業して以来ずっと仕事をしてきて、海外旅行の経験は全くなくて、日本語を活用するチャンスを求めたくて、日本語の環境に身を置きたくて、日本に行くことに決めました。はい。社会人になってから日本に来ることを決めるのはどうでしたか？9年間好きな仕事をやってきましたが、やはり30歳になるとき、今まで通り仕事をしていきたいかという疑問が生み出して、で、他のやりたいことがまだ多いと気がしまして、若いうちに一回仕事を離れて、で、いろんな可能性を試したい。もし、なんか続いたら、多分私は定年までずっと同じことをやってるかなと思って、そう思えばちょっと怖くなりました。実際に日本に来ることを決めるにあたって一番悩んだことは何ですか？一番悩んだことはやはり仕事と家族、ずっと同じ業界に勤めてきましたので、気づいたキャリアとか人脈を簡単に手放せないです。もし日本に来て戻ったらどうすればいいのか、順調に戻れるか、もしくは新しい仕事を探すのが、こういう、なんていうか、不確実な将来に不安です。そうね。なのでじゃあ、このまま同じ仕事を続けるのも怖かったし、でも逆にずっと築いたキャリアを捨てるのもちょっと怖いですよね。そうですね。うん。そして家族は、なんか強くつながっているので、1年だけでも大切な集まりとか逃して、ちょっと名残惜しくないですか？で、家族を離れて、海外で一人暮らしを始めるのは、家族が納得できるかどうか、それも悩みました。じゃあいろいろ悩んだ末に最終的にじゃあ日本にやっぱり行こうと決めた理由は何ですか？やはり年齢の制限です。で、ワーホリビザはなんか30歳になる前に必ず手に入れて、で、使わないと
もう二度とこういうチャンスがもらえないので、ちょうど仕事がストレスが溜まってて、なんか休みたいという気持ちも浮かんで、決めました。では今ちょっとそのワーホリビザについて、説明してもらいましたが、実際にこうビザを取得する手続きはどんな感じでしたか？日本でのワーホリを申請するときは必要な書類があります。自分の履歴書と今は何の仕事をしているか、あと学歴とか、簡単な質問、あとは企画書、日本に行ったらこのビザを持ったら、日本でどんな生活をしたいのか、そういう内容を自分が作って、で、それあとは審査を通過したら、ビザをもらえます。じゃあそのビザを取得できた後、どのように実際に、出国の準備を始めましたか？やっぱ日本での生活は全く経験がなくて、ちょっと不安なので、やはり最初の3ヶ月に言語学校に入ろうと思いました。で、留学エージェントに頼んで、語学学校の入学する手続きを、しました。自分で個人ではなく、留学エージェントを使った理由は何ですか？私は利用した留学エージェントは学校だけでなくて、仕事探しとか家探しもサポートしているので、それはもっと安心だと思います。家を探すときは、特に日本で、大家さんに礼金とか敷金とかいろいろな初期費用が必要です。で、外国人として家を探したい時も、保証人もたまに必要だと思います。なので、留学エージェントがしてくれ、全部やってくれるんだはい。ね。結構日本ってこう日本ならではの家探しのルールとか、こうさっき言ってた敷金とか仕組みがあるので、外国人として家を探すのは結構大変だったりするので、もし留学エージェントを通して出なかったら、その外国人向けの家探しのウェブサイトとかを通すと、もっと簡単になると思います。留学エージェントにはその費用を払いましたか？その費用は学生利用者側は払わないです。多分、留学エージェントとつながっている学校とか企業とか、その方が払っているので、私は利用するサービスは全然無料でした。すべて無無料。いいで料でした。はい。すね。では、実際に言語学校に3ヶ月通ったんですはい。よね。どうでしたか？そうですね。やはりもともと日本語をもっと上達したくて、言語学校に入りましたけど、自分が選んだコースは留学コースなので、とがクラスメットはみんな進学、就職を目指して、で、授業の内容も文法と漢字を中心にやっています。あと、今のレベルは多分、授業はややこしい文法と文章とか、日常生活ではあんまり使えないと気がしました。まあ、じゃあ、実際にこう行ってみて、効果を感じましたか？それともこう、行かなくてもよかったなという気がしますか？両方ともありますよね。学校のクラスメートと先生に会って、もっと自分が所属団体があるという気持ちもありますし、でもその3ヶ月間はバイトをフルタイムでできなくて、焦った時もありました。日本語の教師として私も実際にこう、ある一定のこう、日本語のレベル以上になると、まあ、他の人たちと同じクラスを受けて、こう、ものすごい難しい文法を学ぶとかいうのは、まあ、目的がこう、日常的に日本語を話したいという目的であるなら、あんまり効果的ではないかもしれない。けど、まあ、実際にこ
何もこう所属する場所がなしで日本に行くっていうのも結構大変なので、いきなり一人で友達もいないところに行くなら、最初とりあえず1ヶ月でも3ヶ月でも言語学校に行ってみるっていうのはいいかなと思います。では以上がユーミンさんへの、インタビュー第1回目でした。第2回目では日本での仕事探しについて話してもらうので、ぜひ次回も楽しみにしていてください。ユーミンさん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。